様こんにちは、セリナです。今回はエレガンス2024スプリングよりアルモニーアイズの新色09、10、ブリリアントルージュビジュの新色13、14、そしてカールアメイジングマスカラの BK10 をご紹介していきます。エレガンスの人気アイテムアルモニーアイズに今年の春のトレンドカラーであるピンクやパープルをメインにした新色とブリリアントルージュビジュにラメが輝く新色が追加されたということでとても話題ですが、特に大注目なのはこちらの超極細ブラシがポイントになっているカールアメイジングマスカラです。こちらは極限までの上向きカールを夜までロックしてくれるということなので、実際のカールやマスカラ液の使いやすさなどもしっかりとご紹介していきたいと思います。アイシャドウは単色塗りでカラーをご紹介した後にそれぞれのパレット2パターンずつのメイクルックをお見せしていきます。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーションの比較、4月16日に価格改定をするクレドポーポーテの下地全種類比較、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた動画などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。エレガンス2024スプリング、柔らかくニュートラルなカラーに輝きを散りばめた春のコレクション。ご紹介していくのはこちら、アルモニーアイズの新色09、10、優雅で魅力的な眼差しへ、存在感を際立てる2色のアイカラー。09は引きつけられるような華やかな目元に、10は柔らかさと凛々しさを見せる目元に、続いてブリリアントルージュビジュの新色13、14、重ねるたびに麗しく艶めく光と洗練を宿すリクイッドルージュ。13は優雅にきらめくレッド。14は輝きで見せるフラッシュオレンジ。続いてカールアメイジングマスカラ BK10。極限まで上向きのカール、密着して夜までロック。どこから見てもいつ見ても美まつげ。眼差しに圧倒的な存在感。こちらは汗や水、涙に強くにじまないウォータープルーフタイプ。オリジナルの超極細ブラシ、カールアップスリムブラシがまつげを漏れなくキャッチ。驚きの塗りやすさ&美しいカールを実現。それでは早速大注目の新作マスカラ、カールアメイジングマスカラからご紹介していきたいと思います。こちらのマスカラは何といってもこの超極細のブラシがポイントとなっています。それではまつげをアイラッシュカーラーで軽くカールさせていて、マスカラベースなどは塗っていない状態なので、新作マスカラを実際に塗っていきたいと思います。手元で見た時にマスカラ液はみずみずしいタイプというよりも少量でピタッと密着するタイプだなという風に感じましたが、まつげの上に乗せてもこんな感じでダマにならずにまつげを一本一本綺麗にコーティングしてくれるようなマスカラ液です。そしてやはりこちらの極細ブラシがかなり塗りやすいです。細いだけでなく長さもあるので、一気にまつげ全体にマスカラを塗布することができます。はい、まずはこちら側の上まつげに塗ってみました。こんな感じで軽く塗るだけでもまつげを一本一本綺麗にセパレートしつつ、程よいボリュームも出してくれて、何よりもしっかりとアイラッシュカーラーでつけたカールを綺麗にキープしてくれています。手元で見た時にマスカラ液がたっぷりとつくタイプではないので、あまりボリュームなどは期待できないのかなと思っていましたが、ボリューム感も程よくて、しっかりとまつげの印象を際立たせてくれるのに、全くダマにならないところがとても優秀だなと思います。続いて下まつげにも塗っていきます。下まつげもしっかりと強調してくれていいですね。
はい、下まつげにも塗ってみました。細かい部分もしっかりとキャッチしてくれて、ダマにもならなかったので、下まつげ用のマスカラとしてもかなり優秀でした。マスカラを塗っていない方と比較をすると、目元の印象が全然違いますよね。はい、両方のまつげに塗ってみました。上まつげはアイラッシュカーラーで作ったカールをしっかりとロックしてくれて、下まつげには程よい重さでまつげを下向きにキープしてくれるので、上下のまつげがそれぞれ強調されて、パッチリとした目元を演出してくれます。みずみずしくて緩いテクスチャーのマスカラ液ではなく、まつげを一本一本しっかりとコーティングしてくれるタイプのマスカラ液だったので、カールキープ力も期待できそうです。そして何よりもこんな感じで、程よいボリューム感もあるのに、全然まつげがダマにならないところがとてもいいなと思いました。まつげを一本一本コーティングして、しっかりとカールをロックして、程よいボリュームながらもダマにならないセパレートまつげに仕上げたいという方にかなりおすすめです。個人的にはこの仕上がりの感じがとても好みでした。では続いてはブリリアントルージュビジュの新色2色をご紹介していきます。まずはこちら、優雅にきらめくレッドの13番です。はい、13番は唇の上にのせてみるとこんな感じでした。ベースのカラーは鮮やかながらも品を感じるようなレッドピンクです。そしてこちらのカラーは手元で見た時に結構しっかりとゴールドのラメを感じることができましたが、唇の上でもこんな感じで角度によってゴールドのパール感を楽しめます。ベースのリップ自体がリキッドタイプなのでツヤを感じますが、このラメの効果でより立体的な口元に見せてくれています。肌なじみのいいゴールドパールなので悪目立ちすることもなく、とても上品にツヤ感を与えてくれます。ブリリアントルージュビジュは少しオイルっぽさも感じながらもベタつかない滑らかなテクスチャーのリキッドリップですが、こちらのラメ入りカラーもラメがざらつく感じなどもせずにとても滑らかで使いやすいです。引きで見るとよりゴールドパールの華やかさが際立って可愛いです。続いて輝きで見せるフラッシュオレンジの14番です。はい、14番は実際に塗ってみるとこんな感じでした。先ほどご紹介した13よりもこちらの14の方がさらにラメが大きく、ラメの量もかなり多いです。ベースは明るめの黄緑のオレンジでしたが、ゴールドの他にもレッドのラメが効いている効果で程よく赤みもプラスされて上品なオレンジに発色しています。13番は立体的なツヤといった感じの仕上がりでしたが、こちらの14番は華やかなツヤという感じで、こちらもとても可愛いです。ただやはりラメの量がかなり多いのと、ラメも大粒なので、こちらの14番はほんの少しだけラメのざらつきが気になる印象でした。ではここからはアルモニーアイズの新色09番と10番をご紹介していきます。まずは09番から1色ずつの単色塗りをお見せした後に2色を使ったメイクをご紹介していきます。片方ずつのまぶたに単色でカラーをのせてみます。まずは左側の深みのあるカラーです。しっとりとしていて高発色なので、一度塗りでもこんな感じでカラーを楽しむことができます。ただ柔らかいですがかなり伸びもいいので、指塗りでも綺麗に馴染んでくれます。微細なパール感がとても上品です。続いては右側の明るいカラーです。こちらも粉質は軽くて伸ばしやすいです。まぶたのくすみを一気に払ってくれるような明るいラベンダートーンのカラーですね。はい、アルモニーアイズの新色09番。まずは単色塗りで仕上げるとこんな感じでした。
左側のカラーはこの春のトレンドとなっているパープルのニュアンスを感じるようなピンクカラーがしっかりと発色して、その上にブルーの微細なラメがキラキラと輝く透明感抜群の春らしいカラーです。大粒のラメとパールを感じられるエタンセルアルモニーアイズというタイプよりもツヤ感が抑えめで上品な仕上がりとのことですが、こちらにもしっかりと程よいラメ感を楽しめるので、とても素敵だなと感じました。ふんわりとしたベースに程よくラメがきらめく感じがとてもいいですね。続いてパレット右側のカラーはこんな感じで、まぶたにのせるだけで一気にくすみ感を払ってくれるような透明感抜群のラベンダーカラーでした。ピンクのニュアンスも感じるラベンダーカラーなので、透明感を与えつつも柔らかい印象も残してくれています。こちらも粉質自体はふんわりサラサラとしていますが、微細なパールとラメがしっかりと効いているので、まぶたに程よいツヤっぽさを与えてくれます。それぞれ引きで見るとこんな感じです。それではこの状態のまま、こちら側にはパレットの深みのあるカラーをベースにして、その上にハイライトカラーとしてこちらの右側を使っていくメイクパターン。そして反対側にはハイライトカラーをベースに塗って、上から深みのあるカラーをのせるというメイクパターンをご紹介していきます。まずはこちら側を仕上げていきます。ベースにはパレット左の深みカラーを塗っているので、上からポイントとしてパレット右のハイライトカラーをのせていきます。ハイライトカラーはこんな感じで、ベースに高発色なカラーをのせておくと、よりパールやラメのきらめきを楽しむことができます。一気に透明感がアップして可愛いです。そのまま付属のチップの太い面に左を取って、下まぶた全体に広範囲にピンクをのせていきます。そしてチップの細い面にパレット右を取って、さらに上から重ねて明るさを出していきます。続いてこちら側を仕上げていきます。ベースカラーの上にパレット左のカラーを目尻3分の1にのせていきます。ベースに右のツヤカラーを仕込んでおくと、今塗っている左の高発色なカラーもふんわり感の中にツヤっぽさが際立っていきます。続いてパレット右を付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後にパレット左を付属のチップの細い面に取って、下まぶたのまつげの際にライン状にのせていきます。はい、アルモニーアイズ09番を使って左右で別々のメイクパターンを仕上げてみました。まずはこちら側、深みのあるカラーをベースに塗った上にハイライトカラーを黒目の中心にのみのせたパターンです。可愛らしさと色っぽさを兼ね備えたピンクパープルがしっかりと発色した上に、程よいツヤとラメの立体感を出してくれる透明感抜群のカラーがいいアクセントになっています。ピンクパープルのカラーを全面に楽しみたいという方におすすめです。そして反対は、程よいパールのツヤとラメを感じるベースカラーを仕込んだ上に、目尻側にのみピンクパープルのカラーを忍ばせてみました。こちらのメイクパターンは上品なツヤのニュアンスを感じるような印象に全体が仕上がっています。2色のアイシャドウパレットですが、塗り方を変えるだけで質感の違いなどもしっかりと楽しめました。それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてはアルモニーアイズ10番です。まずは単色塗りをお見せしていきます。まずはこちら、パレット左のカラーです。10番はこちらのカラーが実際にどんな感じの発色になるのか気になっているというコメントもたくさんいただきましたが、まず粉質が軽くてさらりとしているからか、意外とこんな感じで指で塗っても暗くなりすぎない絶妙な発色の柔らかさを感じます。
この質も軽くてさらりとしているので、一気にカラーがドンと乗ってしまう感じがしないところも使いやすいです。何度か重ねていくと、こんな感じでくすみ感と深みが加わって可愛いです。続いてパレット右のカラーです。こちらには微細なパールとラメを感じる上品なツヤ質感です。まぶたを明るく見せてくれるハイライトカラーですが、こちらにも少しだけくすみが効いています。はい、アルモニーアイズ10番、それぞれ単色塗りするとこんな感じです。まずパレット左側のカラーはこんな感じで、ふんわりとしていて発色の調整もしやすい粉質でしたが、何度か重ねていくと深みがしっかりと効いている少しくすんだ印象のトレンド感満載のプラムカラーが楽しめました。そしてこちらにもかなり微細ですが、シルバーやブルーなどのラメがキラキラと輝くので、このラメの効果で深みの中に透明感を演出してくれています。しっかりとまぶたを強調してくれるのに重たくなりすぎない、とても絶妙なカラーだなと思います。続いて反対側のパレット右側のカラーはこんな感じで、全体的に上品なパールのツヤと微細なラメを感じられます。青みニュアンスの明るめピンクカラーですが、こちらにもほんのりくすみの要素を感じられます。ラメはシルバーなどが輝くので、こちらも透明感抜群です。それではこちら側には上からハイライトカラーを、反対側には目尻3分の1に深みカラーをのせてメイクルックを仕上げていきます。まずはこちら側のまぶたです。ハイライトカラーをのせるとこんな感じで、さらに青みのニュアンスが足されていって、透明感がアップしていきます。シルバーのラメもしっかりと際立ちますね。続いて付属のチップの太い面にパレット左を取って、下まぶた全体にのせていきます。やはりこちらの深みカラーは発色の調整がしやすいので、下まぶたに広範囲に塗っても暗くて重たい印象になりすぎないです。こういった発色の調整がしやすい深みカラーはとても使いやすくていいですよね。続いて付属のチップの細い面にパレット右を取って、さらに上から重ねて明るさを出していきます。続いてこちら側のまぶたを仕上げていきます。パレット左の深みカラーを目尻3分の1にのせます。ベースのカラーを仕込んでおくと、よりこの深みカラーの発色をさらに調整しやすくなります。この使い方も透明感を前面に感じながら目元を引き締めてくれる感じがとても可愛いです。続いて付属のチップの太い面にパレット右を取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に付属のチップの細い面にパレット左を取って、まつげの際にのせていきます。はい、左右のまぶたで別々のメイクルックを仕上げてみました。まずこちら側のベースに深みのあるカラーを仕込んだメイクは、全体的にくすみ感が強調されている印象になりました。近くで見るとこんな感じで、黒目の中心にポイントでのせたハイライトカラーのツヤがより目立って、立体感と奥行きのある目元に仕上がります。そして反対側のツヤカラーをベースに仕込んだ方は、明るいピンクのニュアンスを楽しめつつも、しっかりと目元を引き締めてくれていて、とてもバランスのいい印象に仕上がっているなと思います。トレンドのくすみ感や深みも感じられるのに、どこか春らしい柔らかさも残してくれているところが絶妙だったなと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。はい、ではこんな感じで2月18日発売エレガンス春コスメ2024より
アイシャドウの新色2色とリップの新色2色、そして新作マスカラをご紹介していきました。まず今回大注目のカールアメイジングマスカラは、一番のポイントであるこちらのブラシの使いやすさももちろん素晴らしかったですが、まつげを一本一本コーティングして程よいボリューム感を与えてくれるのに、全くダマにならないところがとても優秀だったなと思いました。マスカラで目元をしっかりと強調させたいという方に特におすすめなんじゃないかなと思います。そしてアルモニーアイズの新色もパープルのニュアンスを感じるピンクやくすみ感を前面に出したプラムカラーなどトレンドをしっかりと抑えているのと、パレットの右側にセットされている程よいパールのツヤとラメを感じられるツヤカラーがとても上品で素敵な質感だったなと思います。どのアイテムもとても優秀でしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。